すごいな。はい、どうも、戸岸亮太です。今日はドレッド山田さんと動画を撮っていきたいと思います。で、今回はですね、こちらのペティナイフ、はい、今こんな感じの 135mm のペティナイフ。ただこれ今、こんな感じでめちゃくちゃこの刃先特に欠けてる状態なので、今日はこれをマジ君に修理してもらおうかなと思って。撮れてもらいね、確かに結構肉眼で分かるぐらい普通にめっちゃ欠けてるの。なんでまあ刃こぼれしてるので、この刃こぼれあまり研ぎ経験がないドレッド山田でも直せるのかっていう感じでやっていこうかなと思います。これできたら僕結構嬉しいな。自分家のやつもこんぐらいのやつ治るんで。あ、そうなんですか。直せたら嬉しい。ぜひやってみてください。じゃあ絶対直せるんで。はい。でちなみに今の切れ味はっていう感じなんですけど、これコピー用紙、これ切った時にこんな感じですね。欠けてるとこは絶対引っかかっちゃうので、こんな感じで、根元はまだ入るかなって感じなんですけど、先の欠けてるところでどうしても詰まっちゃう。聞いてみますか。だってね、切れなくしてるように見せてるかもしれないね。僕がね。確かに僕より切れなくするのうまいですね。確かに全然マジで切れない。紙だけじゃ分かりにくいので、このトマトでも一回切ってみてください。どんな感じか。切るのうまいな。そんなことない。トマトぐらいは切れる。切れる感じですね。こんな感じの、欠けがいっぱいあるけど、ちょっと刃先は薄いのでまだ切れてるって感じですね。確かにそうなる時あるな。端っこの方でこんな感じの切れ味なんで、まだ切れるんですけど、こいつをちゃんと切れるようにカットさせていこうと思います。いつも通りはシューってなるってことですよね、紙だったら。そうですね。じゃあ今回研ぐ時に使う道具の紹介ですね。はい。今回砥石3種類、この3種類使っていきます。あとこちらは砥石を直す用の面直し砥石ってやつで、こいつは必須級です。この砥石使ってると真ん中へこんでくるんですけど、へこんできた時にまっすぐ直してあげるための道具。見たことあります、動画で。ありがとうございます。なので研ぐってなったらこれ絶対いるので、用意してもらえたらいいかなと思います。で、ちなみに砥石の粗さが違うんですけど、粗砥石と中砥石と仕上げ砥石ってあって、どれがどれか分かりますか？これが一番粗そう。でもこっちが一番仕上げかな。手袋してても分かるんですよね。そう、引っかかり具合でこの。そうです。粗中仕上げです。番手を言うと220番、1500番、5000番って感じですね。で、今回はこれ3つ使ってやっていきます。これだけなんでこんなにほぼないぐらいの。これも最初この大きさだったんですよ。このサイズ。めっちゃ使ったんだ。じゃあこのサイズ、これ全く同じメーカーの砥石なんで、このサイズまであって、このちっちゃくなったって感じですね。このぐらいちっちゃくなってます。使ってるよ。結構よく使う砥石なんで、こいつは。はい。で、この2つは水つけなくても使えるタイプの砥石。吸水しないタイプなんですけど、こいつだけ結構水を吸うので、これは水につけてから使い始めます。大体10分ぐらい、泡が出なくなるまでつけとくって感じですね。水につけなくていいやつもある。知らなかったな。全部つけるかと思ってた。では粗砥石からセッティングしていきましょう。で、包丁研ぐときは、ちょっと高さがあった方が研ぎやすいので、このテーブルから。なので、なんか台を置いてもらって、その上に砥石を置くと研ぎやすいです。まず、この砥石で研いでいきます。用意するのは水ですね。最初軽く濡らしてあげて、でまず研ぐ前に面直ししてあげましょう。いつどうなったらOK っていう感じなんですか？この泥が出たら？基本的には泥が出たらっていうか平らになったらなんで、この削れたとこ今ちょっと色変わってるの分かります？でこれだと今ここが平らになってます。でここら辺まだ平らになってないので、なるほどね。全部この色になったら OK って感じ。結構じゃあ違うんだね。で分かりにくかったら鉛筆で
こう線を何歩か書いてもらって、でそれが全部気づいてるわ、OK ってことね。そうです。でそれまた違う動画でも作ってるのでよかったらそっちを見てみてください。これで、とりあえずこんだけ直したら OK です。まず研ぎ方ですけど、今回簡易的な掛け修理になるので、研ぐ角度、刃先だけ研ぎ方でやります。で包丁っていうのは2段階で分けて研ぐ必要があるんですけど、この包丁分かりやすくて、このすち目じゃないとこ、ここが平っていうところなんで平らな部分になります。で包丁削ってあるのがこの切り刃っていって、ここの斜めに削ってある部分なんですけど、ここが一番しっかり研ぐ。これダマスカスのとこそうですそうです。からってことですよね。このエリア、ここが一番しっかり研ぐところで、ここが一番最初の角度、でもう一個研ぐ必要があるのがこの刃先、この刃の先だけを研ぐ研ぎ方も必要なんですけど、その2つの角度で研ぐ必要があるんですね。で今回は簡易研ぎでこの1つ目の刃は研がないです。で2つ目の刃だけ研いでいくっていうやり方で研いでいきます。そっちだけでも切れ味戻りますので、ただ注意点としてはこれだけで当てると切れ味が一番いい状態が100だとしたら、だんだんマックスが95までとか90とか85までとかしか戻らなくなってくるので、100まで戻したかったら、この側面を削ってあげる必要があるっていう感じになります。2段目の刃研ぐ時の角度っていうのが大体決まってまして、それが片側15度から20度ぐらいの角度で、反対も15度から20度ぐらいの角度で研いであげると、両方から削った時に30度から40度の15で刃先になります。その体が覚えてないですね。その15から20度、僕の体覚えてないんですね。これざっくりでいいんですけど、大体こんぐらいの角度ですね。もっと簡単に言うと、垂直に包丁立ててあげて、こっちの方が見やすいか。垂直に立てて半分にしてちょっと寝かしたぐらいの角度で大丈夫です。で、その角度にした状態で、包丁前後に角度変わらないように動かすんですけど、基本的にはこの左手置いてるところが研げます。なのでこれ刃は全体的にここからここまで研がないとダメなので、左手をちょっとずつ動かしながら、研いでいくって感じですね。下から上まで左手ずらしながら研いでみてください。これ大体10回ずつぐらい、とりあえず7、8、音が違う。ちょっと寝てきたら音が変わってきちゃうんで、多分角度が変わってますね。角度が変わってるんだ。マジですか？包丁の持ち方が、このちょっとこういう感じでしっかりめになるほどホールドしてもらって、こんな感じですね。で包丁の向きなんですけど、大体砥石に対してこの45度ぐらいでやるとブレにくいです。で先がちょっと当てるの難しいと思うんですけど、こっちを持ち上げたら当たるので、その感じで。それ見ました。ありがとうございます。でも全然まだまだ。それをじゃあもう1往復ぐらいお願いします。大丈夫ですか？全然音が違うけど不安だな。で一回表研げましたら、裏次行きましょう。反対に持ち替えて、そうですね。
はいはいでやり方は全く一緒です、はい、不思議な感覚だなこの。もう気持ち上げてるんですよ、そのはい出てきてる。むずいですねこのキープし続けるのは。そうなんですよ、角度キープするのが大事なんで。もう音が全然もう一往復。はい、で左と置く位置なんですけど、はいこの刃先に置きすぎると砥石で指削れるので、確かに、もうちょっと中心寄りで大丈夫です。あ、OK です。はいはい、今こんな感じです。さっきより影が少なくなったんじゃないかなと思いますね。確かに確かに。はい、こんな感じで今のぐらいでも影が結構少なくなったのが分かると思うんですけど、これを続けてやっていく感じですね。はいはいはい。はい、ひたすらもう一回表に2往復、裏2往復いきましょう。この辺の泥は別にこのままで OK。はい、大丈夫です。それも研げる成分なので。もう一往復。はい。角度がぶれないようにするコツってあるんですか？さっきの握り方とこの向きですね。ここね。はい。それが横になればなるほどブレやすくなるんで。なるほど。縦目にすればするほどブレにくいです。あとは左手の力を入れすぎると、押してブレちゃうので、ちょっと軽く触れるぐらいで大丈夫です。じゃあ次反対伺いします。はい。結構良くなってきてる気がする。2往復いけました？もう一同じこれ両刃の包丁なんで、はい、表裏同じ回数ずつぐらい研いでもらえたら。ここの音が一番好きですねやっぱ。そうなんですね。結構荒い音が好きなんで、ガリガリ削ってる感じの。研いでるなっていう感じが。はい。じゃあ一回ちょっといいですか？見てみましょう。なんかでも気持ちいいんですけど結構なんか心地が良くてなんかちょっとほわそれ眠いだけでしょ。呼吸はなんか分かんなくなってきてる。ほとんどない状態になっています。こんな感じですね。ここにあった時計も大体全部取れてますね。なんでこんな感じで刃が薄い状態だったら全然家計も落とせますので、最後だけ手直しします。あともうちょっと細かいところだけ。何がどういうところがあれなんですか？ここに若干チップ残ってるんですけど。チップ？家計が。本当だ。ここの部分。こういうのとか綺麗に届かないと、髪切った時とか引っかかるので、これだけちょっと取ります。それは別に同じことするだけ？そうですそうです。研ぐスピードが違うな。慣れですね。これは。
なので掛けが取れたかどうかをもう目視でちょこちょここまめに見といてもらえたら、ちょっと切れるようにするぐらいだったら、このぐらいの掛けは全然あっても問題にならないので、全然今のぐらい研げたら次進んでもらって大丈夫です。でめちゃくちゃちゃんと研ぎたいときはそういう今のなんか細かい掛けも取ってあげた方がいいって感じですね。髪をきれいに切りたいです。髪をきれいにとか、ちゃんと食材の切れ味を求めるときとか、これでちっちゃいのも取れました。はい、じゃあ次の砥石いきましょう。はい。で今荒砥石終わったのでこいつ終わりです。はい。でこの時に毎回面直しをしてもらったら次楽です。なるほど。で次がですねこちらです。赤砥石。これも基本的にやり方は全く一緒です。で砥石が変わるだけで角度とか当てる向きは変わらないと一緒です。はい。で最後の仕上げ砥石だけちょっと方向だけ変わるので、はいはい。じゃあそれは同じようにお願いします。さっきと比べてどうですか研ぎ感は。いやなんか滑りますね。滑りますね。ツルツルしてる感じがするね。はいはい。だからそうだね。だから研げてんのかなってちょっと心配になる俺は。これでも中砥石なので、結構削れてる方です。あっちの方が荒砥石がめちゃくちゃ削れるだけで、ただ普通の包丁研ぐ時とかもやっぱ荒砥石からやった方が早いです。これから始めるとちょっと時間かかるので、時間短縮したいって方は、かけてなくてもさっきの荒砥石、そうなんだ。こっちからやってあげるといいかなと思います。でそれも2往復ずつぐらいいきましょう。はい、次裏お願いします。はい。この根元の音が好きだな。根元と多分その先端で角度変わってるんかもしれないから。はい。いいんじゃないでしょうか。じゃあさっきと同じように持ってもらって、この先端からこの顎って呼ばれる付け根に向けて1回で砥石に当てていきます。次、さっきの角度ぐらいで当ててもらっていいですか。はい。でここを砥石の下に当ててみてください。砥石の下、先端を砥石の下の方に。そうです。でその角度のまま、上にスライドさせながら、そう、はい、この包丁のこっちの付け根まで当たるように。これ左手はどうしたらいいですか。でも軽く添えるだけで大丈夫です。で砥石の上を滑らす感じで、でその時に角度がさっき研いでた角度と同じ角度で OK です。でそれを表裏1回ずつやってもらって、OK です。1回で OK。はい。でいよいよ次最後の砥石ですね。仕上げ砥石に行きます。でこのやり方が今最後あっちでやってもらったやり方と同じです。なるほど。それを何回やるんですか。それを3回ずつぐらい。はい。
で最後仕上げで1回1回表1回裏1回、でこの時はめちゃくちゃ力抜いて本当に砥石の上を軽く滑る感じで、で裏もはい OK です。これで研ぎ完了です。てか今回はあれですか、このかけてたから、一番粗いのが長かったみたいな感じなんですか？あ、そう、長かったのは粗いのでかけを全部落とさないとこの真ん中の砥石じゃかけ落とせないので、粗砥石でしっかりとかけ落とす必要があります。でそれが一番時間がかかるので、あとはもう2往復ぐらい先ぐらい研ぎ完で大丈夫です。で砥石で研ぐ作業終わりなんですけど、最後これ研ぎ終わったら刃先にこれ包丁削ってるので、この金属の削ったゴミバリっていうんですけど、このバリがこの刃先にいっぱい残った状態になります。なので最後その鉄くずだけ、バリだけ取って終わりっていう感じですね。でそれも取り方があるんですけど、一番簡単な方法は、新聞紙取ってる方は新聞紙用意してもらって、これを丸めます。このぐらいで、新聞紙ない方は着なくなったジーパンとか、こういう確かにデニム生地だからね、このデニムのとこ、こういうとこをくるくると同じ感じで丸めてもらって、でこれをこんな感じで刃を垂直に当てます。でこれで左右に軽くこすってあげるとゴミが取れるので、もう一回やってみてもらったら、本当に力抜いて軽くこするだけです。なんかうまいですね。そんなに寝かさんでいいですよ。もう垂直ぐらいでずっといいですよ。力抜いたら勝手に、傾くぐらいで。で、この先端から顎までちゃんと当たるぐらい。細かく動かした方がいいです。当たってないとこあるんで、それそうそう。で、これができたら切れるようになってるので、試し切りを確かにしてみましょう。いきますよ。すごっ。いいですね。いい、めっちゃ切れる。いいですね。めっちゃいい。すごっ。僕今回粗砥石しか触ってなくて、全部安宿にドレッド山田に、やってもらったんですけど、すごっ。こんぐらいまで全然復活するので、で、じゃあちょっと筒も一回チャレンジしてみますか。確かに。ちょっと待ってください。ちょっとやってみます。そもそもできるかは怪しい。結構寝かいけるわ。ギリって感じですけど、いけました。ちょっとこれ多分アジ君難しいですね、切るのが。バッチリちゃんと入る角度でやったら切れるぐらいの切れ味にはなってる。ちなみに今ちゃんと研げた跡がこんな感じになります。かけも完璧に取れて、刃先もちゃんとこの筋が通ってると思うんですけど、この光の筋が通ってるところが今回研いだところですね。これコバっていうんですけど、2段目の刃コバっていうやつですね。で1段目の刃は切り刃って言います。じゃあぜひ切ってみてください。さっきと同じ要領で。すごっ。ギコギコせんでも切れるように。スーッと。マジでスーって入る。気持ちいいな。気持ちいいですね、これ。切るのが楽しくなっちゃう。端っこの方でもね。自由自在、ストレスないですね。すごっ。すごいな。綺麗に楽しいですね。ありがとうございます。
すごっ。まあ、こんな感じで、まあ、すごいって自分で解いたんですけどねいやだからちょっとあんまりなんか信じられない。信じられない。なんか俺の間で髪切れるようになるんだっていう。そうトマトもこんなに切れるようになるんだ。筒も切れるようになりますし、まあ、トマトも全然切れるようになるんで、すごっ。なんで角度さえしっかり守っていただけば、はい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 。でさっきの結構大きかったかけとかもちゃんと取れるんで、確かに。はい、ぜひおじのかけの包丁とかもやってみてください。はいはいはい、やってみますこれで。はい、めっちゃいいな。ありがとうございます。いやむしろありがたいですねこの。ありがとうございます。はい、ということで今回は、こちらのペティナイフ、これステンレス製のペティ V 金10号という鋼材なんですけど、こちら欠けてた状態から、切れ味復活させて、なおかつ欠けも修理してみました。で今回は、僕が研ぐんじゃなくて、アンジュ君ドレッド山田に研いでもらって、ちゃんとできるのかっていう、ちょっと検証っぽい動画になりましたね。はい、見事成功ということで。はい、よかったです。いい感じ。ありがとうございます。いやありがとうございます。ちょっと紹介最後になっちゃったんですけど、ドレッド山田は ASMR の非言語、喋らない動画で、ショート動画めちゃくちゃ美味しい。美味しそうに。実際美味しいんですけど確かに昨日も食べましたね。はい。映像美でね、もう食べたくなるような動画を発信してますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。ということで、今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画が少しでもいいと思った方は、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。